はい、皆さんこんにちは。エコトライブの鈴木です。今回は2024年アメリカ大統領選挙に関するテーマで話してみようと思っています。今回はですね、6つのトピックに分けて話をしていきます。で、1つ目。選挙に対するアメリカ国民の意識。はい。僕自身ですね、2004年からアメリカに住んでいて、何度かですね、選挙シーズンには、経験してるんですけども、もういつもね、感じるのが、国民全体の選挙に対する、参加意欲ですかね。特にね、大統領選挙ともなればですね、かなり白熱したキャンペーンが、展開されますし、候補者とかね、あと政党がメディアをもう本当にフル活用してですね、本当に激しいディベートとか、あと討論会ですね、こういったものを行っていくのでね、それを見た国民の関心っていうのがね、非常に高まりやすいんですよ。で、街の雰囲気もね、結構変わるんですよね。どう変わるかっていうとね、例えば、ストリートなんかね、車で走ってたりとかするとですね、その支持層の人々がですね、集まってて、候補者名が入ったプラカードとかをですね、掲げて、行き交う人とか車にですね、訴えかけたりしてるわけですよ。あとはですね、自宅の例えばフロントポーチの庭なんかにもね、その候補者名の入った旗とかね、あとプラカードみたいなものを立てかけてですね、そういったうちはトランプを応援してますよとかね、うちはヒラリーを応援してますよみたいな、そういったことをアピールするみたいな風景もね、見られるようになっていきます。日本だと、政治家陣営がね、主にそういったキャンペーンとかを打つと思うんですけど、アメリカの場合はね、結構コミュニティとか地域レベルでこういったキャンペーンがね、結構行われますね。僕がですね、当時勤めてた会社はですね、たまたま広い駐車場とかがあったり、余ってたスペースがあったんで、ボランティアなんですけどね、そのオバマ大統領になった時の選挙の時なんかはですね、会社がその地域のね、投票所みたいな感じにもなってたんですよ。で、そういった地域活動とかコミュニティ活動がですね、投票率にも、現れていてですね、前回の2020年の、大統領選ではね 66.8% っていう形でですね、国民全体の約7割ぐらいの方がですね、投票に参加したんですね。で、ちなみに日本だと国のトップを選ぶ選挙ではないんですけど、例えば前回のね、衆議院選挙なんかだと、だいたい 55% ぐらいの投票率だったんで、約ですね 15% ぐらいの差がですね、アメリカの投票率と日本の投票率の差がねあるわけです。で、国民の意識の高さにある背景として、自分が思うのは2つ大きく分けてあるんですけども、1つはね、アメリカの政治が二大政党制であるってことですね。アメリカには、民主党と共和党という党があってですね、それぞれの党から出た、候補者同士がね戦う選挙なわけだから、大統領を選ぶっていうことは言ってみればどちらの党を選ぶのかっていうことなんですよね。もちろん、党によって政策が違いますから、その政策によってね国の方向性自体が変わるし、それによって自分の生活にも直結するんで、それでみんなやっぱりね関心があるんですね。で、日本は先進国の中でもね、投票率が低いんですけど、この理由として考えられるのは、日本だとねどうしてもやっぱ自民党が長期間政権を維持してるので、国民の間でね結局政権与党が変わらないのであれば、選挙結果は大きな変化をもたらさないっていうね感覚が根強くあるんじゃないかなと思いますね。なので誰がなっても結局変わらないでしょとそういったちょっと冷めた目でね見られて、若年層の投票率っていうのが伸びないんじゃないかなと思われますね。で、それからアメリカの投票率が高いもう一つの理由としては直接投票である点だと思うんですね。日本と違ってアメリカの場合は国民自身が大統領、すなわち国のリーダーを選ぶということができるんですね。なので国民自身で自分たちのリーダーを選べるわけだから、それはやっぱり関心としては高いですよね。しかもアメリカってヒーローが好きですからねアメリカのアニメとかもヒーローもの多いじゃないですか。主人公がもう圧倒的に強いヒーローで悪をやっつけるみたいなやつですね。日本だとちょっとね
ナイーブなヒーローだったりが多いと思うんですね。例えば、内容重視っていうかね、これね別に良い悪いとかそういうことではないんですけど、そういった意味でね、そのアメリカだと今の現状をどう打開するのか、それを一人の強いヒーローに託すっていうね、そういう国民性が、大統領選挙に対する意識の高さの背景にあるんじゃないかなと個人的には思います。はい、2つ目に民主党と共和党との違い。一般的に民主党っていうのはリベラルっていうふうに言われてますね。リベラルっていうのは、要はね、多様性を重視しながら、社会的な公正平等を追求するっていうことなんですね。特徴として、伝統に固執するより、どちらかというと革新的に物事を進めていくっていうのがあります。これまでの政策としては、社会保障や教育、それから環境保護なんかにですね、重点を置く政策を提案するってことが多いんですね。例えば医療保険制度の拡充、それから最低賃金の引き上げ、そして、気候変動対策ですね、そういったものが代表的な政策っていうふうになっています。ちなみに民主党のイメージカラーは青。はい、で民主党の支持者が多い州っていうのは、ブルーステイトなんていう風に呼ばれてますよね。一方で共和党は保守なんていう風に言われてますね。保守っていうのは、リベラルとは真逆で、変革とか急速な変化に対しては慎重で、伝統的な価値観や秩序を重視する傾向が強いっていうことなんですね。これまでの政策としては、経済成長や国防、そして、減税に焦点を当てたような政策を掲げることが多いです。でちなみにシンボルカラーは赤で、共和党の支持者が多い州はレッドステイトなんていうふうに呼ばれています。ではそれぞれの党をどういう人が支持しているのかっていうと、民主党の支持者はいわゆるブルーカラー労働者ですね。で共和党の支持者はっていうと高学歴の白人層なんていうのが一般的だったんですね。ただここ近年では、かつては民主党支持者だったヒスパニックとか黒人層の一部が共和党支持に流れてるっていうふうに言われてるんですね。なので彼らが一体どちらに回るのかっていうのが、選挙の勝敗の鍵を握るっていうふうには言われています。で3つ目にこれまで大統領が変わった時に感じたこと。私自身ですね、アメリカに滞在している間にいくつかの大統領交代っていうのを経験してきたんですけども、その度にですね国全体の雰囲気が大きく変わるっていうのを体験してきたんですね。例えばですね2009年にブッシュ大統領からですね、オバマ政権に変わった時、あの時はですねリーマンショックの翌年でしたからね、アメリカ経済はですね本当に深刻なリセッションに見舞われていました。で日系企業もですね、次々と撤退してで日本にですね引き上げていったのを覚えています。でそんな中ですね、オバマ政権になって大規模な景気刺激策っていうのを打ち出してきたんですね。でこのおかげで上昇してた失業率っていうのも抑えられて、なんか暗い世の中の雰囲気がですねちょっと明るい兆しが見えてきて、でそれから経済がですね徐々に回復に向かってったっていうのをですね、肌で感じました。でそれから印象的だったのはオバマケアですね。これにはですね個人的にかなり助けられたのをよく覚えています。私自身ですねサラリーマンを辞めてで独立起業したのが2012年の終わりだったんですけども、サラリーマン時代にですね、福利厚生だった健康保険がですねなくなってしまったので、加入するためにはですね実費になったんですね。でこれはね当然といえば当然ですよね。で、健康保険がですねこんなに高いものなんていうのを知らないで辞めちゃったもんだからですね、それを知った時にはもう仰天したんですね。で当時はですね、起業直後でですね、自由に使えるお金なんていうのはもうほとんどなかったですから、高額な保険料に回すお金っていうのはほとんど持ってなかったんですね。でかといってですね保険に入らないわけにもいかないからどうしよっかなって思ってた矢先にオバマケアが出てきてくれて、で所得に応じた補助金がですね政府から出たことで、結果的にねかなり割安で、健康保険に加入することができたんですね。でそれからクリーンエネルギーの推進政策ですね。この政策のおかげで燃費のいい車がどんどん出てきたのと、電気自動車の開発に拍車がかかったんですね。2008年か2009年ぐらいだったと思いますけども、ガソリン代が異常に高騰したことがあって、その時にですね世間からの脚光が一気にプリウスに集まって、で燃費の悪い SUV からですね燃費のいい小型車に乗り換えるっていう動きが
急速に広まったんですよ。あの時はですね、政府から補助金なども出たんで、新しい車に乗り換える人が多かったから、街を走ってる車がどんどん綺麗になってって、で静かな車が増えたことで街も静かになってった記憶があります。それまではですね、改造された SUV とかトラックがですね、もう地鳴りのような音でたくさん走ってましたから、それが全然なくなったので非常に静かになったっていう記憶がありますね。